こんにちは、ロック204チャンネルです。このチャンネルでは IT 初心者のための動画を配信しています。今回はデジタル入出力を利用した反応時間の測定パート2、繰り返し処理とデータロギングを追加をお送りします。この動画、反応時間測定パート2では前回のデジタル入出力を利用した反応時間の測定値パート1の続編となりますので、初めてご覧になる方はそちらを最初にご覧になることをお勧めします。今回の内容は、パート1に続き今回は繰り返し反応時間の測定を行えるようにしました。またデータのロギングと平均値標準偏差も表示できるようにプログラムを追加しております。今回の反応時間測定に用いた回路を示します。P0 端子に LED を接続します。こちらをデジタル出力として、P1 端子に 3V をスイッチを介して接続するデジタ入力の接続例として回路を作成しています。LED は通常、小さな抵抗を介してマイクロビットに接続するのですが、今回は抵抗入り LED を使用しました。今回作成するプログラムでは、スライドに示す2つの拡張機能を追加していきます。一つはデータロガー、これは公式のメイクコードで拡張機能として公開されていますので、そちらから取り込んでください。ベーシックスタットの方は次のページで説明します。拡張機能のベーシックスタットの取り込み方法は、こちらに示す URL をテキストボックスの中に貼り付けてください。そして下に表示された基礎統計量2のタイルをクリックしてください。最初だけブロックに変数 n を10にするで10回の測定を設定します。次にデータロッカーの拡張機能よりミラーデータシリアルブロックを追加しオフとします。これは余計な表示を抑制するためです。そしてセットコラムブロックで項目 RT を追加します。次はボタン A が押された時のブロックの変更点です。RT アンダーラインデータ、これは反応時間を入れる配列です。これを最初に空にします。そして何回測定しているかを入れる変数回数を0とします。次にデータロギングのファイルをデリートログフルブロックで前のデータを削除します。ずっとブロック、関数、待機関数、準備は変更ありません。次は関数 get アンダーライン RT の内容の変更点です。ここでは反応時間 RT を表示した後に、この反応時間を配列 RT アンダーラインデータに追加します。そして回数を1だけ増やします。その下にログデータブロックで反応時間をロギングします。次に、もしブロックを追加し、回数が n つまり、規定回数に達した時の論理式を書きます。この条件が真である時、モードを999として測定を終了します。そしてコンソールに結果を表示する関数プリントアンダーラインリザルトを呼び出します。またこの条件が満たされない場合、もしデジタルで読み取る端子 P1 が1なら繰り返すブロックを実行します。これはスイッチから手が離れていない場合は、このループを繰り返すということです。手が離れた場合 P1 端子は0となりますので、それを確認した上でモードを1として測定を再度実行します。プリントアンダーラインリザルト関数では、コンソールに結果を出力します。最初にシリアル通信でリザルトと表示し、変数カウンターを0から N1 に変えて繰り返すで各データをコンソールに表示していきます。N1 は配列に0番目からデータが格納されているためこのようにしています。そしてベーシックスタットのブロックを使用して平均値標準偏差を RT アンダーラインデータ配列より計算しています。また、ボタン B が押された時では平均値をマイクロビットのディスプレイに表示できるようにしました。こちらがコンソールに表示された結果になります。10回分の反応時間の結果と平均値、標準偏差を示します。まずはリセットします。タイトルが表示されて、この状態になりましたので、スタートします。A ボタンを押してスタートです。これから10回繰り返します。これで終了ですね。
こちらが測定されたデータのコンソール表示となっています。各回の反応時間と平均値、標準偏差を出力しています。ロギングされたデータを見てみましょう。MyDataHTM には各回の反応時間が保存されています。こちらがロギングされたデータとなります。マイクロビットにロギングされたデータは my_data.htm のファイルとして保存されています。こちらを開くと左のような表として表示することができます。そしてプレビューすると右のようなグラフとしてデータを表示することができます。今回は反応時間の測定パート2として繰り返し測定とデータロギング、そして平均値と標準偏差を求めるプログラムを作成しました。これらを活用することによって疲労度や集中度の低下などを観察することが可能となりますのでご利用ください。ご視聴ありがとうございました。